縦糸の本数が極端に多い27,000本ぐらい。他の織機はだいたい1万本ぐらいなので随分違うわけですね。今回の織物の産地は、はい、ここです。九州の北部の博多産地になります。博多産地はですね、福岡県の福岡市が中心で、絹織物、ここら辺がね主なんですね。約800年歴史があるということを素人で見ますけども、やはりね、着物、博多織というと着物が有名なんですけども、その中でも帯がね、どういうんですかね、非常にしっかりした生地で帯が非常に有名だということを聞いております。最近はですね、その博多織をベースにいろいろな生地をね作っておられるということで、今回も見てまいりました。今回お邪魔したのは福岡県福岡市の株式会社サヌイ織物さんです。こちらにはね、博多織工芸館というのがあって、織られた博多織とか、その他関連の商品がたくさん置いてありましたね。後で出てきます。これね、当日はイベントをされておりまして、ただね、撮影するためにもう非常に時間をずらして終わり間際に伺ってますので、お客さんの数はもうまばらだったですけども、このような形で工場をね見学させてもらいました。この会社はですね、博多織の会社なんですけれども、今回ご案内いただいたのは織工の杉原さんです。糸からなんですね。糸からです。糸を仕入れて、ここで生殖生地を織って、そして奥の場所で加工、裁断したり裏を張ったり型を抜いたりで、売り場の方の2階にミシンをたくさん置いてる場所があって、そこで縫製、商品を生地を縫製して出来上がった商品を1階で販売したり、卸したり支店に出したりとかして行っている会社です。そうなんですね。なので修理が必要なものとかあればですね、修理できるものもあります。持ってきていただければ。他の織元さんと違いはやっぱり自分のどこで全て確かにですね、今まで見た中でも、織っているところから、縫製をして販売までしているというのはなかなかねちょっと珍しいかなと思いましたね。上を見ていただくとジャガードという機械が上に乗ってます。ジャガード織りで博多織を織っているという工場ですね。ジャガードっていうのはフランスの方が発明された機械で、こういった柄を作るのが得意な機械というイメージですね。ご存知かもしれませんけども、でこの織機は織ってるものはタペストリーとか、インテリア商品がですね、トヨタの車のレクサスという車種のフロアマットとかもその他いろいろです。今織ってるのはタペストリーになる生地で、織り上がったら細く裁断をして加工していくようなものですね。でこの今見えている生地、裏側、表はこうなるんですね。表こちらですね。博多織の代表的な献上柄です。でこのままでは表がちゃんと織れてるかっていうのは見えませんので、鏡を長くそちらまで敷いて、鏡に映った生地を見ながら織り進めていくような作業の仕方をしているわけですね。そうなんですね。この織り前に裏が出るもの、表が出るもの、織り機によっていろいろ違います。こちらが織ってるものは、こういった写真織りとかどんちょうっていうのは大きなホールの枠になりますけれども、その他の別注品が主に織ってますね。写真織りの場合は、写真をお預かりして、デザイナーがパソコンでデータを作る、で読み込ませる、で機械が動いて、糸はもう自由な色が出てくるような感じ。いえ、それはもうちゃんと決めるんですね。試食をして色は決めるわけですけれども、写真織りの場合はピクトグラムを採用しているので、ピクトグラムっていうのは昔のブラウン管のカラーテレビ、色の集合体ですね。なので8色ぐらい、赤青黄色とか黒白とか、そういうのを横糸として、横糸の棚に置いて、ピクトグラムで色を出しているので、割ともう本物そっくりですね。これももう本物そっくりですよね。本物そっくりですね。写真織りは割と織物でやるのは記念に残っておすすめですけどね。
か贈り物とかですね。そうですね。はい、であと織ってるのはどんちょうとかも織るんですけれども、どんちょうっていうのは大きなホールの膜なんですが、とても大きなもの、はい、なのでこの、織り機で織れる生地の幅っていうのは120センチ、はい、それを長く十数メートルとか20メートルとか、はい、それを何単も織るわけですね、はい、そして京都のどんちょう屋さんに生地を送って仕立てていただいてどんちょうを作るというようなものになりますね。これはコンピューターからつながってるんですか？はい、上にジャガードがあって、はい、織り機があって、はい、じゃあちょっと、こういう縦糸と横糸でできてるわけですけれども、はい、生地は、はい、縦糸この織り機は黒、はい、で、1万本ぐらい、1万3000本、1万ちょっとかな、はい、で、これは装甲と言います、はい、これに縦糸が後ろから前に通って、はい、で長、はい、これは節目になっていて、そこの隙間に4本通って前まで来てる、ずっとつながってる、切ってしまうまでですね、はい、でこの紐は上のジャガードとつながってるので、はい、ジャガードが上にこの紐を引っ張り上げれば縦糸は上がるし、下ろせば下がる。で、その間に上の糸と縦糸の上と下の間の通って生地になるわけですね。それはもう多分どこも同じだと思うんですけれども、普通の織り機って装甲がこう5枚とか6枚とかあるんですけど、ジャガード織り機ってなると装甲は糸の本数と同じです。糸の本数と同じ。はい。はい。ってことは何本？1万360。この織り機はですね。8。はい。装甲という感じに。そうですね。人の手では無理ですよ。そうですね。手織りではもうやっぱり難しいですよね。博多織りの特徴の一つは縦糸が細くて数が多いっていう。はい。ちょっと動かしますね。で横糸を通ってこういう下がとで縦糸の上がりで次繰り返し。感じで動いていってます。後ろの織り機は縦糸が白なので、同じようなものをネクタイなんですけど織ってますけれども、色味が違うという感じですね。こういった縦糸の色っていうのは見えてパッと見た感じは見えてませんけれども、必ず生地に影響があるので色分けをしてます。白っぽいもの、明るい色、暗いもの、黒いものっていう感じですね。こちらはもうこれは何でしたっけ？にわか。にわか。はい、せんべいに。はい。博多にわかっていうのはもともと伝統芸能なんですね。はい、でそれのもキャラクターというか同音異義語を使ってちょっとお囃子を使って、はい、みんなを笑わかすみたいな、それをするときにかぶってるお面が、はい、このにわかなんですよね。それをちょっとお借りして作ってるっていう。にわかって言ってもこれ博多にわかですけど、あと、クリスマスにわかとかハロウィンにわかとか、干支にわかとか、そういったのも作ってます。来年の干支が辰年なので辰の、絵を模したにわかも今販売してますね。そういったものも作ってる。縦糸の、色黒、隣と同じものなんですが、わずかに太いので、しっかりした生地、黒かですね。黒なのに黒が表にほとんど出ないっていうのがすごいですね。そうですね。横糸で横糸の色ですもんね。ほとんど見えてるのは。ただ拡大鏡で見ればやっぱり黒の縦糸も見えます。見えます。見えます。なんとなくそうだ。あや織りっぽくなってますね。なので白の縦糸だともうちょっとピンクだったら可愛いピンクになるはずなんです。これはテーブルセンターを織る専用の型ですね。これも表裏逆転していて、こういう状態で売ってます。1枚、2枚、3枚。こういう柄。お猿さんじゃなくて。これは一応人です。山笠の福岡の博多山笠お祭りの絵です。これ。西島勲さんって福岡で有名な絵描きさんでもう亡くなったんだけれども、
うまかっちゃんっていうラーメン知ってます？はい。あ、うまかっちゃんのパッケージで、パッケージの絵とかも描かれた、割とほんわかした感じの可愛らしい絵を描く人ですね。ちょっと見えづらいけど、この風神雷神とかもそうなんですね。テーブルセンターって必ず房がつくんですね。で、房は縦糸を使用しているので、今こういう状態でここまで折って、これ縦糸だけ引き込んでるわけですね。そしたらここからまた折り始める。繰りちょっと返し。間を空けて。これは房に使うから。なので色味が変わればですね、この織り機の場合は縦糸も色を変えます。これの前は、白だったし、その前は黄色とかいろんな色の縦糸にこの旗は変わる。他のはだいたい黒と白が多いです。テーブルセンターというのもなかなか今ね使う方もそんなにいらっしゃらないかもしれないけれども、まあ額装して飾ったりとか。そうですよね。タペストリーにしたりしても。はい。はぎれとかもですね、こういうはぎれ割としっかりしてるから、こういうのでバッグ作ったりされる方もいらっしゃいますね。ものによっては帯ぐらいの厚みがあるものもあるからですね。こちらの織り機、これもちょっと様子が違うんですけれども、一番博多織らしい織り方をしている織り機で、縦糸の本数が極端に多い27,000本ぐらい。他の織り機はだいたい1万本ぐらいなので随分違うわけですね。なぜかというと、今までの織り機は横糸で柄を出すという織り方してましたが、この織り機は縦糸で柄を出すという織り方をしていて、ちょっとこう膨らんで見えてる部分が縦糸で表現されている。柄を出すための縦糸がある分ですね、本数が多いわけですね。で、これが横糸1本だけなんですが割と太い。あ、そうなんですね。このちょっと出てるところがこの糸ってことです。あ、そうですね。6本をより合わせている。ふっくらして。太い横糸を使えば厚地のしっかりしたものを織ることができるとも言えますね。逆に薄い生地を織りたい場合はもう細い糸を使います。っていうのはこういう状態なのでプチッと切ってすぐに交換ができる。なので柄を変えたい時は、横糸を変える。で、パソコンで柄のデータを変える。で、あと機械の歯車などを変えれば全く違うものを織ることができる。そうやってここではいろんな生地を織っています。後ろが長かったんですね、こんなに。そうなんですよ。縦糸っていうのはこういう状態でこういう巻いてあるわけですけれども、この織り機の場合は2本上と下使ってますけども、他の小物織旗はだいたい下に1本だけ。この上にあるのが受けの縦糸といって柄を出すための糸。で、この厚紙みたいなの、これ旗草と言います。これは糸と糸の間にかませてあるもので、糸がこうくっついたり、絡まったり切れたりするのを防ぐための、保護するためのものなので、パッと見た感じ全然糸が見えてないので本当に巻いてあるのかなって感じですけども、これまだ27メーターぐらいはあるわけですね。最初は150メーターで注文してます。他の織り機では300メーターとか400メーターであることもあるんですけど、この糸もですね、染め屋さんに注文してこの形にしてもらう成形屋さんっていうのはもう専門職でいらっしゃるんですね。綿とか。綿はうちでは綿は使わないです。じゃあシルクとポリエステル。もうでもやっぱり絹の方が圧倒的に多いです。ただやっぱ絹も高騰してきてるので、例えば財布とかそういった小物とかだったら、ポリエステルでもいいんじゃないかっていうことで、もしかしたらいずれポリエステルに変わるかもしれないです。ネクタイとか例えばスカーフとか、シルクじゃないといけないっていうものもあるわけですね。しなやかさがちょっと違いますね。やっぱつけ心地がやっぱシルクはいいそうなんで。こちらはですね、横糸を準備する部屋なんですけども、今の草の旗で使った横糸っていうのはこれなんですね。これも絹なんですけども、剣棒という種類の絹の糸、ちょっと
なんか本当に絹かなみたいな感じなんですけども、この、カセという状態で仕入れますので、この糸繰り機で糸繰りをするわけですね。こういうふうにボビンに巻きつける。そして、さらに6本合わせの糸を作らないといけないので、奥にある丸い回転台にこれを6個乗せる。そしてくるくる回しながらよりをかけながら、またボビンに巻きつけて横糸は完成していくわけですね。そうか、横糸は横から出てましたもんね。そうです。商品によってですね、これは6本合わせしますけども、あとどんちょうとかだとどんちょうはやっぱりどんちょうに関しても耐久性が必要なので絹でなくてポリエステルです。糸を合わせたりとかですね、1本で使うってことはどんちょうの場合はないですね。これも6型とか3型とか、これも絹、これも絹、だいぶ様子が違いますよね、これとこれ。光沢が、こっちも絹、こっちも絹だけども、絹っていうのは、蛾の幼虫の蚕が繭を吐いて、それからできるものなんですけども、剣棒の場合は、生糸の短くちぎれたものを合わせて作ったものだそうです。これ剣棒ってどんな字書くの？糸辺に絹に紡績糸、これは蛇腹。蛇腹は蛇のお腹。これは一度より合わせた2本の糸をさらに強くより合わせてよりが見えるような。これは強くて光沢がありますよね、比べると。ドレスとかスーツ、この色でスーツは織りませんけど、紺色とか黒で最近も織りましたが、スーツとか、あと柄の中でも目立たせたいような場所とかに使う糸。絹の糸もですね、いろいろです。奥の方はレーザーカッターとか超音波カッターとか、あと革すきとかですね、いろんな道具があります。型をね。これはその西島勲さんの。かわいい。かわいいでしょ。これ拡大鏡でも見てください。ぜひ。見えます。うわー、ちっちゃい。ちっちゃい。かわいい。かわいいでしょ。老眼には少々。ちょっとダメだな。あらま。こういう細かい織物ができるのもこの縦糸の本数の多い博多織の特徴の一つなんですね。これネクタイとか小物に使ってますけれども、裏を返せばこんな風になりますよね。二色使いだとこんなとか、あとお守りとかも織ってます。この幅で折ってここで裁断をして2つ折りにすればこんな風になります。これ女性におすすめの柄なんですけど、フローラルという柄で、部分によって織り方を変えることでちょっと凹凸ができて豪華な感じにも見えるし、動きがあるとですね、光沢が割と出て綺麗。これは世界水泳、今年世界水泳が行われたメダルです。表と裏はですね、柄違います。表と裏。顔まで。そうですね。これ合わせてます。そうなんですね。で最終的な金銀銅の色でかがって工場は先ほども言ったように帯を一切折らずメダルをつけて出来上がる。基本的にはこうやって広い。この金は本物の24金なんです。お金に糸目はつきない。ピカピカしてますね。銀が繊維になる。金が繊維になるんですか。どうやったらなるの？貼ってあるんじゃない。芯に貼ってあるんじゃない。ちょっと私もすいません。すごい、これは高級です。工場でいろいろ見せていただいたんですが、隣のね、販売所の方ではこのような感じで、いろんな製品がね、商品として並べられておりました。我々はやはり洋服を作るための生地を求めてきているので、ちょっとね奥の方に行きますとこのような感じで、絹織物を中心とした、ポリエステルもあるんですけども、そういったね華やかな生地がこのように並べられております。ただ非常に展示されてあるようにね、ドレスとかスーツとか
ちょっと普段使いするようなね、生地は少なかったんですけども、どうしてもね、復工房では普段使いの、生地を求めてるもんですから、ここでねちょうどなんか非常に気に入ったかわいいなという生地をねこうやって見つけておりました。今回は博多織のさぬい織物さんへ行ってきました。工場の中の織機もたくさん見せていただいたんですが、金糸の入った金の糸の入ったものや、写真をそのままジャガード織りに加工もできますよと言われ見せてもらったんですが、技術も大変なものでした。割と綺麗な織物が多く、販売も博多織工芸館というところが隣接してありまして、そこで生地も販売しておられたんですが、ドレスに合うようなウェディングドレスとか、記念の時に着るようなドレスに合うような布を販売してたんですけど、ちょっと今はそれを作る予定がなかったので、工芸館に売れていたこれは風呂敷なんですけど、工房丸さんっていう福祉施設の方の描かれた絵をもとに織られた風呂敷が売っていたので、とても可愛くて鳥がたくさん飛んでるんですけど、この目がちょっと愛らしくて、これはもう表も裏もどちらを使ってもいいかなという感じで、この顔に心を奪われてしまいました。これを使って何か服の一部、またはちょっと葉弱が足りるかわからないんですが、頑張ってこれで洋服ができたら洋服を作ってみたいと思います。